皆さん、こんにちは。今回は TXQ フィクションの最新作、飯沼一家に謝罪しますを解説・考察していきます。本作は、ある家族が運気アップの儀式を受けた後に起きた悲劇と、その真相を追うモキュメンタリーです。物語は、2004年に放送されたとされる本作と同タイトルの飯沼一家に謝罪しますという番組から始まります。この番組は、八代清太郎という大学教授が飯沼一家に謝罪するという内容でした。八代氏は、祭祀考古学や交渉文学、民族学に精通した人物です。八代氏は、飯沼一家から運気を上げる儀式の依頼を受け、影の行列という儀式を考案しました。飯沼一家は、儀式の後、幸せ家族王というテレビ番組に出演して100万円とハワイ旅行を獲得しますが、その後に火事で亡くなります。この飯沼一家に謝罪しますという番組は、池田 IC 食品という会社が単独スポンサーとなり制作されました。当初は健康食品の宣伝番組の予定でしたが、スポンサーの意向で内容が変更されたようです。八代氏がカメラに向かって四十九日の裁きを受けさせていただきますとつぶやき、階段を上るシーンで番組は終了します。この番組がなぜこのような形で終わったのか、そしてその意味するところは何なのかを調査していくのが本作です。全4話の内容についてはもう皆さんご存知と思いますので、時系列にまとめたものを用意しました。まずは、様々なことが起きた1999年。1999年、夏に、YOSHIKI さんが、秋政さんの替え玉として上京する。7月25日に、八代氏が、飯沼一家への儀式を行う。そこから8月19日までに、飯沼一家の取材が行われ、自宅2階の人影が撮影される。さらに、飯沼一家が、幸せ家族王の収録に参加し、無事チャレンジに成功する。8月20日午前中に、飯沼一家が、明治時代に掘られたとされるハイトンネルに行く。8月21日に、中に、飯沼一家が使用されなくなった県道に行く。8月22日夕方に、飯沼一家が霊界と現世をつなぐ通り道と言われる、吊り橋に行く。8月24日に、中に、飯沼一家が、謎の廃墟に行く。9月1日夜に、飯沼一家と2階へ逃げる秋政さんが映る映像を、父親が撮影。そこから9月18日までに、幸せ家族王が放送。9月18日夜に、秋政さんが異界へつながる輪と、幸せ家族王を見る家族の姿を撮影。10月4日21時20分頃に、飯沼一家宅で火災発生。10月6日に、飯沼一家宅の火事が新聞に掲載。その後、火事で生き残った秋政さんは叔父に引き取られる。そこから2003年4月16日までに、YOSHIKIさんの母親が独自調査し、八代氏に接触。公への謝罪を要求する。2003年4月16日に、池田 IC 食品が設立。2004年5月17日26時に、飯沼一家に謝罪しますが放送。2006年2月9日に、池田 IC 食品が廃業。2014年に、秋政さんの叔父が亡くなり、リンゴ農園が閉園。2024年12月23日26時に、飯沼一家に謝罪しますに関する調査番組である、本作が放送。ここからは本作を考察していきたいと思います。まずは、全4話から推察する大まかなストーリーですが、YOSHIKIさんが撮影したとされる真っ黒な写真には、六芒星や秋政さんが写っていることから、秋政さんはオカルトに傾倒しており、家族に呪詛開始を行うことで、飯沼一家が狂ってしまったと考えられます。ただ、死因については、暖炉と秋政さんが同時に映る演出から狂った3人ではなく、秋政さんが火を放ったのではないかと推察します。続いて、飯沼一家の儀式の目的について。儀式は、悪い気を防ぎ、良い運気を呼び込むものと説明されていましたが、実際は、生贄によって何かを得る儀式だったと考えられます。これが、意図的に行われたものなのか、そうでないのかは不明です。気性の激しい引きこもりの息子がいて夫婦は悩んでいたという情報もあり、個人的には生贄として飯沼一家が秋政さんを異世界へ送ることを選んだと考えています。その結果、秋政さんに呪詛開始をされた飯沼一家は異世界に通ずる場所を探しに旅行に行き、YOSHIKIさんは帰ってからも異世界に行くために輪を作り続けていたのだと思います。続いては、輪の役割について。飯沼一家が作った輪は異世界への扉の役割を果たしていたと考えられます。これは以前開催された行方不明展の土砂の展示にあった異世界へつながるフラフープと同様のものが秋政さんが撮影した動画にも映っていたからです。行方不明展について気になる方は検索もしくは私の動画を見てみてください。そしてその展示のフラフープは
廃墟で撮影されており、1999年8月24日に飯沼一家が訪れた廃墟と似ているため、飯沼一家は扉の役割を果たす輪や場所を探しに旅行していたと考えるのが妥当かなと思います。また、1999年9月18日の夜に秋政さんが撮影した動画では、飯沼一家が幸せ家族王の紙飛行機が輪に吸い込まれる映像を見ていたので、その映像も扉として機能していた可能性があります。続いては、八代氏と吉木さんの行方について。吉木さんの母親は、八代氏の行方について無言で濁しますが、その後、吉木さんが暗い部屋で寝たきり状態で装置に繋がれている描写があります。このシーンを輝度調整すると、吉木さん以外の腕や足が見えます。八代氏は、四十九日の裁きという儀式を行った後、姿を消していますので、おそらく、八代氏は、吉木さんの下に敷かれる形で何らかの裁きを受けていると考えられます。ちなみに、八代というのは、他人の身代わりとなって、矢に言い当てられることだそうで、本来、謝罪すべき秋政さんの身代わりとして謝罪させられた、八代氏に、ぴったりの名字だなと思いました。最後に、個人的に一番怖いポイントでもある、吉木さんの母親の由美子さんについて。この人の正体や行動には、かなり謎が残っていると思います。作品中では、由美子さんの職業や家族構成、生い立ちなど、個人的な情報はほぼ明かされていません。分かっているのは、吉木さんの母親であり、八代氏の儀式によって、吉木さんが被害を受けたと信じているということだけです。怖いポイントは3つありまして、1つ目が、由美子さんはなぜ多額の費用や時間をかけてまで、飯沼一家に謝罪しますという番組を制作したのでしょうか。単純に、八代氏に謝罪させるためだったのか、他の目的があったのか不明なので怖いです。2つ目は、由美子さんは、吉木さんに対して歪んだ愛情を抱いているであろうことです。吉木さんを異常なまでに管理している様子からは、愛というよりも、支配欲みたいなものを感じます。実は映像をよく見ると、幸せ家族王の収録にも来ているようで、怖いです。3つ目は、中途半端な知識で儀式なんてやっちゃいけないという発言。この発言は、由美子さんが儀式の危険性やオカルトの知識を持っていたことを示唆させる発言です。由美子さんは、なぜそのような知識を持っているのでしょうか。過去の経験や何らかの情報源から得た知識なのでしょうか。考えられる深読みとしては、由美子さんは物語の黒幕的な存在であり、由美子さんと秋政さんがつながっていた可能性や、由美子さんは八代氏や飯沼一家を利用し、自分のオカルト的な目的を達成しようとしていた可能性があるかなと思います。とにかく由美子さんは謎が多く、その真意をつかみきれない人物です。由美子さんの行動や発言は物語に多くの伏線を残しており、かなり深読みしがいがあるので、ぜひ皆さんの考察も教えてください。さて、ここまで色々と話してきましたが、皆さんはこの謝罪をどう解釈しますか？飯沼一家に謝罪しますは、八代氏の謝罪だけではなく、最後にすみませんと言った秋政さんや現在の飯沼一家に対するテレビ局の謝罪を意味していると考えられます。吉木さんの母親の不気味さを考慮すると、この番組を見た後に秋政さんの家族に復讐する可能性も考えられますよね。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。